こんにちは、京子ニッツです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はトーアップの縄編みのソックスを編んでいきましょう。縄編みが豆のつるみたいだと感じたので、豆の木ソックスという名前にしました。縄編みの模様が美しく見えるよう、縄編みからカフもきれいに続くよう工夫しましたよ。スタンダードなソックスでどなたにも重宝するソックスだと思います。今回つま先の作り目はジュディーズマジックキャストオンという方法で、かかとはショートローでシャドーラップという方法で編みます。特にかかとを丁寧に説明するので、ぜひお付き合いください。構成を説明しますね。まずつま先の先端で作り目してつま先をぐるぐる輪に編み、次に増減なしに甲と底を編みます。甲側だけ模様を編みます。次にかかとを編みます。かかとはソックスの輪の半分の目を往復編みで編みます。かかとを編む間、甲側の目は休ませておきます。かかとが終わったらまた輪に戻って増減なしにぐるぐるとレッグ、カフを編みます。最後は伸縮性のある伏せ止めをして完成です。糸は中細ソックヤーンを合計約 65g。レッグは模様を繰り返して編むことで好みの長さまで長くすることはできますが、今回のサンプルより長く編む場合、必要な糸量も多くなりますので注意してください。針は日本サイズ1号または海外サイズ 2.5mm の80センチの輪針です。マジックループの方法で編みました。あと縄編み針を使います。あとどうしても必要というわけではないですが、目数マーカー2つと取り外しできるオープニングマーカーがあると便利です。それからとじ針とメジャーか物差しを使います。ではご一緒に編んでみましょう。お付き合いください。それでは編んでいきましょう。まずつま先です。ジュディーズマジックキャストオンの作り目の方法で輪針の各針に12目ずつ合計24目作り目します。ジュディーズマジックキャストオンではまずスリップノットを糸端から25センチくらいのところに作ります。このスリップノットはなくても作り目できるので、今回私はなしでやってみますね。輪針をこんな風に持って糸を輪針の上の針に入れて糸端の方を人差し指にかけます。スリップノットありの場合はスリップノットを輪針の上の針に入れて作業します。まず下の針に上の糸、人差し指の糸から糸をかけます。この2目で1組目となります。全部で12組になるように糸をかけて目を作っていきます。上の針には親指の糸から、下の針には人差し指の糸からかけます。3組目ですね。4組目、5組目、上の針には下の糸から、下の針には上の糸からかけます。緩まないように引き締めながらかけてください。12組かけ終わりました。持ち替えて下の針を引き抜いて上の針にかかっている糸を
目として表目に編んでいきます。緩まないようにしっかり左手で糸端を押さえながら作業します。この最初の目は糸端に直結しているのでとても緩みやすいです。左手で押さえながらなんとか編んでしまいます。後から糸端を引っ張れば引き締めることができるので大丈夫です。あと残りの目もすべて表目に編んでいきます。全部で12目になりますね。編みにくいのでゆっくり作業してください。編み終わりました。全部で12目ですね。持ち替えて反対側にかかっている糸も目として編んでいきます。ここからの12目は糸が針にかかっている方向が通常と違うのでねじり目にならないように気をつけて編んでいきます。一番最初の目は最初に針にかけた目です。手前ではなく向こう側の糸に針を入れて表目を編みます。スリップノットを作った場合はスリップノットの目だけは通常通りに編めば大丈夫です。以降の11目はねじらないように編みます。編んだ目がねじり目にならないように気をつけて編んでください。全部で12目になります。編めました。これで作り目ができました。ここでこの動画内で使う図の紹介をしますね。画面の下の方に図を表示しています。一般的な日本のパターンである編み図は作品全体を一つの図として表しますが、この動画内では部分的な編み方をお伝えするために使う図をチャートと呼びます。まず最初の週では今2つの針にかかっている12目ずつ全部で24目をずっと表目に編みます。下のチャートはそのことを示しています。チャートは編み地を表側から見た状態を示していて、ブランクの四角は表目です。×2というのは12目を2回編むという意味です。矢印のある側から編みます。では1周ずっと表目に編みます。まず最初の針にかかっている12目からちょっと糸端が邪魔になっていますが、これは後から引っ張れば大丈夫です。12目表目に編みます。針の最後まで表目です。編めました。そしたら持ち替えてもう片方の針にかかっている12目も同様に表目に編みます。ずっと表目ですね。12目表目。編めました。
ここから各針にかかっている目を増やし目していきます。今回2目の編み出し増し目の方法で増やし目をしますね。各針にかかっている目の両端の目の1目内側の目から2目編み出し増し目をします。チャートはこのようになります。V の中に数字の2がある記号が2目の編み出し増し目です。2周1組で最初の周で増やし目をし、次の周ではずっと表目を編みます。各針にかかっている目の編み方は同じという意味で ×2 がついています。輪に編むので2周とも右側の矢印の側から編みます。2目の編み出し増し目は細い針と糸での実演だと分かりづらいかと思います。単品の動画のリンクを概要欄に貼っておきますので見てみてくださいね。では編んでみます。最初表目を1目編みます。そして次の目に2目の編み出し増し目をします。まず表目を編み、編んだ目を左針から落とさず、もう1目同じ目から表目を編みます。編めました。そして針に2目残るまで表目を編みます。針に2目残るまで表目です。編めました。そしてこの目に2目の編み出し増し目をします。表目に編んで編んだ目を左針から落とさず、もう1目同じ目から表目を編みます。編めましたね。そして最後1目表目を編みます。これでこの針が編めました。2目増えて14目になっています。もう一方の針も同じように編みます。最初表目1目、次の目に2目の編み出し増し目、表目を編み編んだ目を左針から落とさず、もう1目同じ目から表目を編みます。編めました。そして針に2目残るまで表目です。あと1目。次の目に2目の編み出し増し目です。表目に編み編んだ目を左針から落とさずに、もう1目同じ目から表目を編みます。編めました。そして表目1目、これでこちらの針も編めました。14目になっています。次の周はずっと表目に編んでいきます。今各針に14目ずつあるので、その目をすべて表目に編んでいきます。ずっと表目に編みます。表目、表目、2目の編み出し増し目の目ですね。これもすべて表目に編みます。14目編めました。反対側の針の目も同じように表目に編みます。
表目、表目、2目の編み出し増し目の目ですね。これも表目に、すべて表目に編みます。最後まで表目に編んでいきます。編めました。こんな感じですね。2目の編み出し増し目の目は2目目が裏目のような感じにこうポコッと糸が出るんですね。ここがそんな感じになってますね。そしてつま先を編むとき、どちらが最初に編む側かわからなくなることがよくあります。どちらが最初かわかるようにオープニングマーカーをつけておくと良いです。こんな感じですね。こちら側から先に編みますというマークです。さて、以降は今編んだ2周と同様に増やし目をする周、増やし目なしにずっと表目を編む周の2周のセットを各針にそれぞれ32目になるまで繰り返していきます。チャートを表示しています。次の周を編んでみますね。増やし目の周です。まず表目を1目、そして2目の編み出し増し目、表目を編んで編んだ目を左針から落とさず、同じ目からもう1目表目を編みます。針を差し入れて表目を編みます。編めました。そして針に2目残るところまでずっと表目を編みます。針に2目残るまで表目です。あと2目ですね。そして次2目の編み出し増し目、表目を編んで編んだ目を左針から落とさず、もう1目同じ目から表目を編みます。できました。そして最後表目1、これで編めましたね。今この針は16目になりました。反対側の針の目も同じように編みます。まず最初1目表目です。次2目の編み出し増し目、表目に1目編んで編んだ目を左針から落とさないで、もう1目同じ目から表目を編みます。針を差し入れて表目を編みます。編めました。そして針に2目残るところまで表目、あと少しですね。次2目の編み出し増し目です。表目を編み、編んだ目を左針から落とさず、同じ目からもう1目編みます。わかりやすく見せようとして大失敗していてごめんなさい。かえってわかりづらいですね。この隙間からもう1目編みます。ここですね。これで2目の編み出し増し目ができました。あと表目1目で全部で16目になりました。
次の周は表目だけの周です。このようにして各針に32目、全体で64目になるまで編んでいってください。各針に32目ずつ、全体で64目になるまで増やし目できました。これでつま先は完成です。2目の編み出し増し目は2目めが裏目を編んだように見えるので、端っこのところはこんな感じになっています。反対側もこんな感じ。ちょっと裏目みたいに見えますよね。ではいよいよ甲と底、縄編みの模様を編んでいきましょう。甲と底編んでいきますね。完成したところを見てください。こんな感じになります。輪の前半を甲側、後半を底として編んでいきます。甲側は縄編みの模様を編み、底側は表目、メリヤスを編みます。実際に作業していきますね。まず甲側の目を4目増やし目します。増やし目のチャートを表示しています。チャートはちょっと見づらいかもしれませんが、右側から見ていきます。表目を9目、2目の編み出し増し目、表目1目、2目の編み出し増し目というふうに編んでいきます。では編んでみます。まず表目を9目、1、2、3、4、5、6、7、8、9。次2目の編み出し増し目。編めました。で表1目、次2目の編み出し増し目。そして次表目を7目、1、2、3、4、5、6、7、次2目の編み出し増し目。表1目、2目の編み出し増し目。そして表目を10目です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。編めました。これで4目増えています。元32目だったので36目になっています。底側はずっと表目を編みます。甲側の模様とチャートの説明をしますね。このチャートの模様を甲側の中央に編んでいきます。22目12周の模様です。順に説明します。チャートは画面に表示するため小さくなるようにしているので少し分かりづらくてごめんなさい。中央下のクロスは4目の右上交差です。4目と4目を交差させて編む合計8目の模様です。最初の周で交差を編み、後の11周表目を編みます。赤い四角は繰り返しを表しています。この赤い四角をそれぞれ2回繰り返します。大きなケーブル、縄編みの両側にある小さなケーブルです。マイナスの記号は裏目。くるんとしたループはねじり目の記号です。ねじり目にすることでこの小さなケーブルが引き締まってシャープに見えます。このねじり目は時々ねじって編むのを忘れて普通に表目に編んでしまっても問題ありません。それから今表示したこの記号はツイステッドスティッチです。小さなケーブルの交差です。実際は交差していないけれど
交差しているように見える便利な編み方になります。こちらも単品の動画があるのでリンクを概要欄に貼っておきますね。ツイステッドスティッチは4周ごとです。なのでツイステッドスティッチの周を3回ごとに4目の右上交差が1回ということになります。この模様は意外と編みやすく周数も数えやすいんですよ。編みながらお伝えしていきますね。では編んでいきます。目数マーカーを2つできれば準備してください。まず準備の周を2周編みます。チャートの周11と12を編む感じになります。最初の周を編むとき、目数マーカーを入れていきます。まず表目を斜め編みます。1、2、3、4、5、6、7。そうしたら目数マーカーを入れます。そして引き続いてチャートを編んでいきます。裏目、次ねじり目を2目です。1目目、2目目、そしてまた裏、ねじり目、ねじり目、これで赤い四角が編めましたね。で裏、そして表目を8目です。1、2、3、4、5、6、7、8。そして裏目、そして左側の赤い四角、ねじり目を2目、裏目、ねじり目を2目、裏目。これでチャートが編めました。そしたらまたマーカーを入れます。そうすると残りが斜めになっていますので、表目に編みます。編めました。これで準備の周が1段編めましたね。外側は表目を編んでください。準備の周の2周目を編みます。チャートの周12を編む感じになります。今編んだ周と同じですが、もう一度実演しますね。今度はマーカーまで表目を編みます。数えなくても大丈夫です。マーカーまで表です。マーカーまで来たら、マーカーを左針から右針に移動します。そしてチャートを編みます。裏目、ねじり目を2回。裏目、ねじり目を2回。これで右側の赤い四角が編めました。で、裏目、表目を8目。8目編めました。で、裏目、今度は左側の赤い四角、ねじり目を2回。裏目、ねじり目を2回。裏目でチャートがこれで終わったのでマーカーを移動して針の最後まで表目を編みます。編めました。これで準備の周の2周目が編めました。底側は
表目を編んでくださいね。ではいよいよチャートの周1を編んでいきます。縄編み針を用意してくださいね。まずマーカーまで表目です。斜めですね。マーカーまで表、マーカー移動、裏目、次ツイステッドスティッチです。編みやすいように目を広げて、左上に目一度のように編んで、編んだ目を針から落とさず、一番最初にある目をもう一目編みます。そして左針から目を落とします。これで完成。で、裏目、もう一度ツイステッドスティッチです。左上に目一度のように編んで、編んだ目を針から落とさず、一番手前にある目を表目に編みます。そして左針にかかっている目を落とす。これで完成。で、裏目、こんな感じですね。次、右上4目交差です。縄編み針を使います。まず4目、縄編み針に移します。縄編み針を編み地の手前に置いて左針から4目編みます。4目ですね。編めました。そして縄編み針からまた4目編むんですが、直接この針から編んでもいいですが、左針に一度目を移してから編むと編みやすいです。目を移して、で、移した4目を表目に編みます。4目編めました。これで右上4目交差の出来上がり。そして裏目を1目編んで、左側の赤い四角に入ります。まずツイステッドスティッチです。左上に目一度のように編み、左針の目を落とさず、一番手前の目を表目に編む。で、裏目1目、またツイステッドスティッチ。左上に目一度のように編み、針から目を落とさず、一番手前の目を表目に編みます。できました。で、裏目1目編んで、チャートの終了です。残りの目は表目に編みます。編めました。これでチャートの周1の周が編めました。目数マーカーの間にチャートを編んでいく感じになります。外側は表目を編んでください。周2も実演していきますね。まずマーカーまで表目です。斜めになります。マーカー移動でチャートの2周目です。裏目、ねじり目を2回。ちょっと編みづらいですが、1つ目、
2つ目のねじり目で裏目、またねじり目2回です。1つ目、2つ目で裏目、表目を8、交差の直後で編みづらいですが、目を落とさないように注意して編みます。8目になりますね。で裏目、左側の赤い四角に入ります。ねじり目を2回。1回目、2回目で裏目、ねじり目を2回。1回目、2回目で裏目です。チャートが編み終わりました。マーカー移動して最後まで表目。編めました。チャートの週2の週が編めました。ツイステッドスティッチのケーブルがちょっと見えてきてますね。チャートの週4まで編んだところです。チャートを編んでいるとき、どこまで編んだのかわからなくなることがありますよね。今回の場合、ツイステッドスティッチを見ることでどこまで編んだのか知ることができるので、その見方をお伝えしますね。斜めになっている目が縦に2つ並んでいますね。下の目はツイステッドスティッチで2目1度のように編まれた目です。その上のやっぱり斜めの目がツイステッドスティッチで2目1度のように編んだ時にできた目です。今回の場合週1ですね。ですのでこの目を1として4まで編めたら次の週がツイステッドスティッチの週だということがわかります。また編み進むとマーカーがなくてもチャートの始まりと終わりはこんな風にわかるようになってきます。そしたらマーカーは取り除いて大丈夫です。週12まで編めたところです。次の週からチャートの繰り返しになり、週1、つまり4目の交差とツイステッドスティッチのある週になります。4目の交差後のメリアスはずいぶん長いように思えますね。でもこんな感じになります。ツイステッドスティッチを3回ごとに4目の交差が1回なので、ツイステッドスティッチの目を見て週を数えていくと意外と数えやすいと思います。さて、甲と底をどのくらい編むかということなのですが、こうやってつま先の先端から測って希望する完成底丈より 4.5 センチ短い長さになるまで編みます。なぜ 4.5 センチかというと、甲と底の後に編むかかとの長さが 4.5 センチになるからです。編み足しながら時々測ると良いです。チャートのどの週で終わっても大丈夫です。希望の底丈引く 4.5 センチまで編めたところです。どこまで編んだかメモしておくと良いです。私はちょうど14番目のツイステッドスティッチの週まで編みました。チャートを4回繰り返し、プラスチャートの週5までということになります。チャートを何回繰り返してプラス週いくつまでというふうにメモしておくといいです。ソックスはもう片方も同じに編みたいので、どのくらい編んだかメモしておいて、もう片方編むときは
長さを測るのではなく、メモしたところまで編むと良いと思います。では次、かかとに参りましょう。かかとに入っていきましょう。まず完成の形を見てくださいね。かかとは外側の目だけを往復に編みます。その間、甲側の目は休めておきます。前半引き返し編みで編む目を減らしながら山形に編みます。後半は編む目を増やしながら編んでいきます。引き返し編みはシャドーラップの方法を使います。シャドーラップの方法は細かい部分でやり方がいくつかあるようです。今回はポピュラーな方法を選びました。もしいつもやっている方法と違うという方は、慣れている方法で編んでくださいね。では編んでいきましょう。準備として甲側を1段編みます。甲の模様のチャートの引き続く周を編みます。甲をチャートのどの周まで編んだかは人によって違いますね。私はチャートの周5まで編んだので、周6の模様を編みます。甲側を1段編みました。ここから底側の目だけを往復編みで編んでいきます。その間、甲側の目はコードに残して休めておきます。かかともチャートで説明してみますね。チャートは分かりにくいという方は、編みながら動画と音声で説明していきますので、見なくても大丈夫です。これから編む2段のチャートを表示しています。まず表側を見て編む段、その上が裏側を見て編む段です。裏側を見て編む段はグレーにしています。M のような記号はシャドーラップの目を表しています。これは私が勝手に作った記号です。まず1段目を右側から表目で最後の1目手前まで編んでいって、最後の1目をシャドーラップの目にします。その目を左針に残したまま編み地を返して裏側を見て編み始めます。最後の1目手前まで裏目を編んで最後の目をシャドーラップの目にします。実際に編んでみます。まず最後に1目残るまで表目を編みます。あと少しのところまで編めました。あと3目ですね。1目残るまで表目を編みます。1目残った目をシャドーラップの目にします。次の目の前の段の糸を左針にかけて、その糸を表目に編みます。そして編んだ目を左針に移してシャドーラップの目ができました。この2つの糸でできた目を1つの目と数えます。編み地を返して針に1目残るまで裏目を編んでいきます。あと少しのところまで進んできました。1目残るまで裏目を編みます。最後に残った目をシャドーラップの目にしていきます。まず残った目を右針に移して前の段の糸を下から引き上げて右針を差し入れて裏目を編みます。そして最初に移した目までを左針に移します。これでシャドーラップの目の出来上がり。ちょっとピンボケでしたね。ごめんなさい。シャドーラップが左右に1つずつできました。次の2段のチャートを表示しています。今編み地の両側にあるシャドーラップの目がチャートの水色になっている目です。この目は針に置いたままこの目の内側の目を往復に編んでいきます。まず表側を見て編む段、シャドーラップの目の1目手前まで表目を編みます。次の目をシャドーラップの目にします。作ったシャドーラップを左針に残したまま編み地を返し裏側を編み始めます。
シャドーラップの目の1目手前まで裏目を編みます。次の目をシャドーラップの目にします。作ったシャドーラップを左針に残したまま編み地を返します。では次の2段編んでみますね。右針にシャドーラップの目が残っている状態で編み始めます。シャドーラップの目の1目手前まで表目を編みます。シャドーラップの目の1目手前まで表目です。あと少しのところまで編めました。1目手前なのでここまでです。次の目をシャドーラップの目にします。前の段の糸を右針で引き上げて左針にかけて、その目を表目に編みます。編んだ目を左針に移します。これでシャドーラップができました。2つシャドーラップが並んでますね。これで編み地を返して、今度はまたシャドーラップの1目手前まで裏目を編みます。シャドーラップの目の1目手前まで裏目です。あと少しのところまで編めました。あと2目編みます。シャドーラップの目の1目手前まで編めました。次の目をシャドーラップにします。目を右針に移して前段の糸を左針で下側からすくいます。右側から針を差し入れて裏目を編みます。編めました。そしたら最初に移した目までを左針に移します。これでシャドーラップができました。2つシャドーラップの目が並んでいます。編み地の両側のシャドーラップの目が2目ずつになっています。引き続いて今編んだ2段と同じようにシャドーラップの内側を往復で編みます。1往復するごとに両側のシャドーラップの目が増えていきます。もう1往復実演しますね。シャドーラップの目の1目手前まで表目です。あと少しのところまで編めました。シャドーラップの目の1目手前まで編みます。ここまでですね。次の目をシャドーラップの目にします。前段の糸を左針にすくい上げて、その目を表目に編みます。編んだ目を左針に移します。これでシャドーラップの出来上がり。3つシャドーラップができています。そして編み地を返して、シャドーラップの目の1目手前まで裏です。シャドーラップの目の1目手前まで裏目を編みます。あと少しのところまで裏目を編んできました。シャドーラップの目の1目手前まで裏目です。ここまでですね。次の目をシャドーラップにします。次の目を右針に移して前段の糸を左針ですくい上げて右針を差し入れて裏目を編みます。そして最初に移した目までを左針に移します。シャドーラップの出来上がり。シャドーラップが3つ並んでいます。今編んだ2段と同様に繰り返して編んで、この状態になるまで編みます。両端に10ずつシャドーラップの目があり、
中央に12目通常の目がある状態です。裏を見て編む段で終わります。これでかかとの前半が終わり、次からは後半になります。後半のチャートを表示しています。一番下の段に編み地の両側にすでにあるシャドーラップの目が左右10ずつあります。真ん中の白い段が最初に編む段です。右の矢印のところが編み始めになります。シャドーラップの目の手前まで表目を編み、シャドーラップの目を一目として表目に編みます。青い星印がその印です。そして次、シャドーラップの目をさらにシャドーラップします。説明はここまでにして実際に編みますね。まずシャドーラップの手前まで表目を編みます。シャドーラップの目の手前まで表目です。あと少し。あと1目ですね。編めました。そしたらシャドーラップの目を一目として表目に編みます。そして次のすでにシャドーラップされている目をさらにシャドーラップします。下の目を左針に引き上げて、その糸を表目に編み、編んだ目を左針に移す。これでシャドーラップができました。そして引き続き裏側も同様に編んでいきます。まずシャドーラップの目の手前まで裏目を編みます。シャドーラップの目の手前まで裏目です。シャドーラップの目の手前まで裏目。もう少しですね。編めました。そしたら次のシャドーラップの目を一目として裏目に編みます。そして次のすでにシャドーラップされている目をさらにシャドーラップします。右針に目を移して前段の糸を引き上げて右から針を差し入れて裏目を編みます。そして目を戻してシャドーラップの完成。以降同じルールで編んでいきます。まずシャドーラップの目の手前まで表目です。シャドーラップの目の手前まで表目。あと少しですね。あと3目。編めました。そしたらシャドーラップの目を一目として表目に編みます。そして次のすでにシャドーラップされている目をさらにシャドーラップします。下から糸を引き上げてその糸を表目に編む。そして編んだ目を左針に移して完成です。そして編み地を返してシャドーラップの目の手前まで裏目を編みます。
シャドーラップの目の手前まで裏目、あと少しですね。あと2目ですかね。編めました。そうしたらこのシャドーラップの目を一目として裏目に編みます。そして次のすでにシャドーラップされている目をさらにシャドーラップ、目を右針に移して前段の糸を引き上げて右から針を差し入れて裏編みを編みます。そして目を左針に戻してシャドーラップの完成。かかとのぽっこりができてきていますね。もう一往復実演しますね。まずシャドーラップの目の手前まで表目、シャドーラップの目の手前まで表目です。もう少しですね。あと1目。シャドーラップの手前まで表目を編みました。そしてこのシャドーラップを1目として表目に編みます。次にすでにシャドーラップされている目をさらにシャドーラップ、下から前段の糸を引き上げてその糸を表目に編み、編んだ目を左針に移す。シャドーラップできました。編み地を返してシャドーラップの目の手前まで裏目を編みます。シャドーラップの目の手前まで裏目です。あと3目かな。あと1目でしたね。あと1目編めました。そして次のシャドーラップの目を1目として裏目に編みます。次のすでにシャドーラップされている目をさらにシャドーラップ、目を右針に移して前段の糸を左針で引き上げてその糸に裏編みを編みます。目を左針に移してシャドーラップの完成。同様なルールで往復を繰り返してこの状態になるまで編んでくださいね。両側にシャドーラップの目が1つずつ、中央に普通の目が30目という状態です。かかとがずいぶん出来上がってきました。あと少しです。次は表を見た状態でシャドーラップの目の手前まで表目、シャドーラップの目を表目に編みます。最後にシャドーラップの目がある感じですね。シャドーラップの目の手前まで表目です。あと少しです。編めました。そしてシャドーラップの目を一目として表目に編みます。編めました。
ここから休めていた甲側の目も入れて輪に1周編みます。あと一つ残っているこのシャドーラップの目も一目として編んでかかとの終了処理とします。甲側の目はチャートの模様の引き続く周を編んでくださいね。甲側が1段編めました。私は周7を編みました。そしてかかと側、最初の一目がシャドーラップになっています。ここを一目として編みます。あと残りの目はずっと表目に編みます。このシャドーラップの目を表目に一目として編みます。ちょっと苦戦していますが編めました。よく引き締めて引き続き表目を編んでいきます。ずっと表目です。あと少し。編めました。かかと完成です。いい感じのかかとが編み上がりました。シャドーラップのかかとは糸をたくさん使っているので穴が開きにくくて、そして編みやすくてとてもいいですよね。こんな感じ。あとはレッグとカフをぐるぐると編むだけです。レッグの編み方は甲と底と全く同じなので楽勝だと思います。レッグに参りましょう。ではレッグを編みます。レッグはかかとで編んだ最後の周に続いてこのまま甲の模様が続くように輪に編みます。かかと側はずっと表目です。甲と底を編んだ時と全く同じルールで編みます。だいたいチャートを4回繰り返して48周編みます。さて、レッグが編めたところです。ピンクのマーカーから上がレッグで編んだ周です。その下のピンクのマーカーと赤いマーカーの間はかかとで編んだ2周、赤いマーカーから下が甲と底で編んだ周です。レッグはだいたいチャートを4回繰り返して48周編みます。どの周で終わっても良いです。どの週から始まるかは人によって違ってきますね。右上4目交差を4回編んで、その後週4か週5または週6で編み終わるとカフとのつながりがきれいなのでおすすめです。私は週8からで合計45週編んで週4までで終わりました。チャートを4回より多く繰り返しても良いのですが、そうすると使用糸量が増えるので注意してくださいね。ではカフに進んでいきます。まず甲側の目を4目減らします。減らし目のチャートを表示しています。2本の線でできた人という字のような記号は左上2目一度です。縄編みの模様からカフのリブがきれいに続くよう減らし目の位置を設定しています。では編みます。まず表目を11目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、次、左上に目一度です。それから3目表目を編みます。そして左上に目一度を2回、
もう1回、次3目表目、左上2目一度、あと11目表目です。最後まで編むと11目になります。編めました。これで4目減って32目になりました。かかと側は表目を編んでください。かかと側も編めたところ、これで甲側もかかと側も32目になりました。カフを編んでいきましょう。カフのチャートを表示しています。カフは2目のゴム編みなのですが、このチャートを1周で8回繰り返して編みます。では編んでいきます。まず裏目1目から始めます。裏目1目、表目2目、裏目1目、これで4目。この4目を8回1周で繰り返していきます。裏目1目、表2目、裏目1目、裏目1目、表2目、裏目1目、こんな感じですね。裏側から見るとこんな感じ。一周編めたところです。こんな感じですね。ここで1周目の表目の目にマーカーをつけておくと、後から周数を数えるのに役立ちます。表目につけた方が数えやすいので表目につけておきます。今編んだ目の糸につけます。今編んだ周と同様にあと9周、合計で10周編みます。好みの長さまで長く編む場合はやっぱり使用糸量が増えるので気をつけましょう。10周目まで編めました。オープニングマーカーをつけた周が1周目なので10周目まで編めたかどうか楽に数えられますね。もうこのマーカーは取り除いて大丈夫です。あと編むのは伏せ止めだけです。次に行きましょう。では伏せ止めをしていきましょう。伸縮性のある伏せ止めの方法を使っていきます。ジュディさんの驚くほど伸縮性のある伏せ止めという方法です。まず周の最初に隙間ができやすいので、このように目を移動して作業します。この状態で作業していきますね。伏せ止めは表目の時と裏目の時でやり方が変わります。あと最初の目だけ少し違う方法になります。では伏せ止めしていきます。最初の目、裏目ですね。掛け目して裏目を編み、かけた目を編んだ目にかぶせます。次、表目です。掛け目して表目を編み、かけた目とその次の目を編んだ目にかぶせます。次も表目です。掛け目、表目を編み、かけた目とその隣の目を編んだ目にかぶせます。次の2目は裏目になりますね。掛け目して裏目を編み、かけた目とその右の目を編んだ目にかぶせる。掛け目して裏目を編み、かけた目とその右の目を編んだ目にかぶせます。次の2目は表目です。掛け目して
表目を編み、かけた目とその右の目を編んだ目にかぶせます。次表目、かけ目して表目を編み、かけた目とその右の目を編んだ目にかぶせる。次の2目は裏目、かけ目して裏目を編み、かけた目とその右の目を編んだ目にかぶせる。次も裏目、かけ目して裏目を編み、かけた目とその右の目を編んだ目にかぶせます。これを繰り返していきます。かけ目、表目を編み、かけた目とその右の目を編んだ目にかぶせる。次も表目、かけ目して表目を編み、かけた目とその右の目を編んだ目にかぶせる。この繰り返しです。次も裏目、かけ目して裏目を編み、かけた目とその右の目を編んだ目にかぶせる。次表目、かけ目、表目を編み、かけた目とその右の目を編んだ目にかぶせます。これで左側の針の目を全部伏せ目しましたね。伏せ目した箇所はこんな感じになります。そうしたら次また作業を続けやすいように目を移動します。こんな感じですかね。これで輪の最後まで伏せ目していきます。ちょっとやりづらいですが頑張ってみてください。最後の目まで伏せ止めできました。これで編むところはすべて終わりです。糸を切って糸始末していきます。このくらいですかね。糸をカットして次糸始末していきましょう。とじ針を使って糸始末していきます。伏せ目の始めと終わりがわからないように始末したいと思います。輪の一番最初の裏目と次の表目の間の上の方の部分にある鎖編みのような目になっている部分、ここに糸を通していきます。そして糸が出てきている元の目に糸を戻してやります。ここですね。こんな感じ。これで継ぎ目がほとんどわからなくなりますね。そしてあとは糸端を編み地に入れていきます。糸端を編み地に入れていきます。表に響かないように気をつけて入れていきます。こうやって針先で糸を拾って後で一気に糸を通していくと楽ちんです。糸を強く引きすぎないように余裕を見てやります。きつすぎると後で編み地が伸びなくなってしまうので気をつけます。
途中で方向を変えて糸を入れてやると丈夫に糸始末できます。こんな感じですね。ここもきつくならないようにちょっと引っ張ってやります。そして最初に糸を入れたのと同じ経路をたどって糸をもう一回入れてやると丈夫に糸始末できます。表に響かないように気をつけます。響いてないか確認します。大丈夫ですね。こんな感じ。これでもう糸を切って大丈夫ですね。糸をカットして、あとつま先側の糸始末が残っていますが、表に響かないように気をつけて糸始末してください。縄編みのソックス完成しました。お疲れ様でした。縄編みって本当に素敵ですよね。一本の糸がこんな風になるなんて本当に編み物って不思議ですね。楽しんでもう片方も編んでくださいね。最後までご覧くださってどうもありがとうございます。